おー、最近ですね、引っ越ししました。社員がです。価格が定まらない。ということで、はい、ドーン、表彰アウトローランページプロ。今回はですね、こちらのマシンをご紹介しつつ走らせていこうと思うんですけど、実はですね、もうすでに作ってあって、ドーン、このマシンはですね、結構特徴的な部分があって面白いんですよ。というのもですね、このシャーシ 70% が組み立て済みなんですよね。で、残りの 30% を組んでいくんですけど、内容的にはですね、まずはサーボを乗せてアッパーデッキを組んで、で次にギアボックスにモーターをつけてマシンに乗せる工程なんですが、このギアボックスもですね、初めから組み立ててあるんですよね。オイル入れるタイプのギアで、さらにスリッパークラッチも入ってるんですけど、それもすでに組み立ててあって、でその次に受信機と ESC を載せるんですけど、これも結構面白くてですね、表層のモータープルーフ、ブラシモーター用 ESC を使うと、配線の取り回しがめっちゃスムーズですっきりするようになってるんですよね。今回私はですね、中身は多分同じの色とか配線類の仕様が違うホビーウィングの1060を使ったので、配線をちょっと加工して近い仕様にして搭載したんですけど、メカボックスのカバーで配線をまとめつつ、バッテリーのコネクターもここにですね、固定できちゃうんですよね。で、バッテリーストッパーもピンじゃなくて、こういった可動式の蓋をパチッと閉じて、こう、ロックできる形状になってまして、メカや配線をすごいスッキリまとめられるっていうですね、嬉しいマシンになってます。てかこれ、すでにめっちゃネジ錆びとるな。まだ走らせてないのに。それとダンパーですね。アルミシリンダーのエアレーションダンパーが純正装備されてて、オイルを入れるだけで OK なんですよ。で、全然ですね、そのまま組んでもいい動きしてくれる印象なんですよね。で、シャーシ自体もなかなかに独特で、実車のトロフィートラックに近い作りなのかなっていう感じですね。このサスペンショントラベル激アツですよね。ということで、この構造はあのメーカーのあれに似てるな。ということで、ボディはこちら、フォックスカラーで仕上げてみました。まだペリペリしていません。ということで、ペリっていきましょう。はい、ボディも乗せて完成しましたよ。今回このボディ全部塗りですからね。めっちゃかっこいい。いや、これ傷つけたくないな。飾っておきたい。でもですね、この子の走り味もすごい気になるので、走らせていこう。ということで、場所を移動したので、早速走らせていこう。本日のフィールド、だいぶ荒れ気味です。楽しそう。というやってもうた。いきなりやってもうたな。おっと、砂だけであってほしいな。ちょっとゴリってしもうた。やっちゃった。これで吹っ切れましたね。いってみよう。いくぞ。うわー、これはめっちゃ肉っぺえ感じだ。なんか引きずっとる。いやー、荒れてるね今日は。よし、オッケー。結構滑り出したら止まんない感じだ。うわー、かっけえ。これちょっと操縦難しいかも。なんか肉だし、後ろにタイヤが乗ってるから滑ったら滑りっぱなしで結構操縦難しい。ちょっとこの荒れた路面で足の動き見てみよう。おお足は結構動いてる印象ではあるけど、頑張ればジャンプすんのかな。お、かわいい。ぴょこぴょこしてるね。よいしょっと。なんかこのトロフィートラックのスタイルとこのフィールドがめっちゃ合ってる気がする。
この足の動きとマシン本体のぴょこぴょこ感がたまんないな。いやー、ボディカラーフォックスにしてよかったな。めっちゃかっこいい。おーっとかっけー水しぶきがエモい。このマシンスロットル全開にするとなんか急に牙向いてくる感じはあるんですけど、ちょっとゆっくりめでこう登ったりして足の動きとか荷重のかけ方みたいなのを楽しむみたいな感じのマシンなのかなと思いますね。サスペンショントラベルが結構いいから、やっぱりこういったアップダウンが激しめな路面でも結構登ってくれますね。かっこいい。おーっと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 ロール感がいいですね。なんかしめ縄みたいになってる。いっぱい食べてきたんだね。はい、いってらっしゃい。これもうちょっとタイヤが柔らかいといろんなところ走らせれそうな気がしますね。あとなんか肉だからやっぱりちょっと操縦は難しさあるんですけど、ただそれをね操ってる感っていうのはすごい楽しめますね。おお、これのワンメイクレースとかあったらそれはそれで面白そうですよね。うわーわー埋まっちゃう戻ってこれないあーととととととと。いやーでもこのマシン本当にロール感とかすごいなんか見てて面白い。あれなんかステアリングが切れない。いや切れなくはないんだけど切れにくい。なんでだ。これサーボ緩んだっぽいな。これ見えますかね。サーボセーバーが激緩になってる。ちょっと直そう。ただ単に私の組み付け不足でした。では気を取り直していくぞ。うわはははは。水しぶきがすげえワイルドですね。おー、いいジャンプ。ちょうどよげな2連ジャンプを見つけた。飛べるかな。おーこけちゃったもう一丁。おーてかやっぱあれだね、肉だからこのジャンプにアプローチするまでがめっちゃ難しい。おー今めっちゃ滑らかに飛びましたね。まっすぐアプローチして飛んでみよう。まっすぐアプローチできないこれ難しいなでもめっちゃ面白い。今日のこの路面でも結構難しいから、ガチでサラサラなナートだとちょっと結構難しいかもめっちゃこけるやんあーだいぶバッテリー減ってきちゃった。ちょっとこれ語りたい。語ろう。いやーなんかこれすごい楽しかったな。今回ですね15ターンのブラシモーターこの子に乗せてきてて、最近私ちょっとモアパワーモアスピードな脳筋ラジコンドライバーみたいな感じになりつつあったんですけど、この子はねなんかすごい味わい深かったですね。でこれノーマルの状態でリアに2本タイヤ乗っかってるんですけど、これの本数減らしたりとかなくしたりするとまた動きもね大きく変わってくると思うし、なんかほんといろんなこと試したくなっちゃうマシンですね。こう画面越しに見るこの足の動きみたいなのがまたすごいこうグッと刺さるものがあるんですよね。いやーこれはですね珍しく私的にはおすすめかもしれない。いやわかんないですけど、でもこれは本当に面白いわ。でですねこの子ちょっとお値段が高かったので正直どうなんだろうって思ってた部分も実はあったんですけど、なんか走らせてみると操ってる感がすごいあって納得プライスな感じでしたね。ちょっとこの子はブラシレス化して爆速仕様にしつつ、この重量配分もしっかり見直してまた走らせて
せていこうと思います。いやー楽しかった。あれー